画面で見てるとほぼほぼ真っ黒一色やんって感じると思うんですけど。つららん。はいどうも、こしやすつららん、あ雑貨やつららんの職人、しゅうちでございます。寝起きです。従ってパジャマです。昼間にね、ちょっと朝まで仕事してて、昼間に寝たらね、夕方になってましたね、起きたらね。まあ当たり前か。あ、ちっぴきったん。今日はね、猫ちゃんじゃないんやで。そういえば、水墨画いろいろやってきて、動物はいっぱい描いてきたんやけど、犬って描いてなかったと思うんですよね。昔ね、ご依頼されたワンちゃんの絵を水墨画で描くっていう、フレブルちゃんやったかな。そういうのあったんですけど、めっちゃ昔に。ちゃんとなんか描き方として水墨画で犬でやってないなって何言ってるかわからん。ちょっとまだね、頭回ってないんですよね。なんで今回は水墨画でワンちゃんを描いてみたいと思います。ワンちゃん。フリーガードのね、柴犬なんかなこれ。なんか、犬種わかんないんですけど、こういうタイプのワンちゃんの顔好きなんですよ。これを、勢いをつけてね、果実じゃなくてシャイで描いていきたいと思います。それでは、どうぞ。どうぞ。ちびどうぞ。はい。では描いていきたいと思います。もう描けてるやん、これ。今日猫やったっけ？違うよね。ちっぴし。どけましょうか。なんか絵みたいになっとんで、あんた。はい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 。はい。ではちょっとね、大きめに描いていこうかなと思います。道具の説明をすると、これが若田剣という日本のすずりです。で、今回吸ったのは、極運動さんの有名な油煙木、玉品という炭を使っていきます。ここであらかじめ濃い炭を作っておきました。で、いつものように単木と中木をここで作っておいて、大皿でパレットとして使うっていうのはいつもと同じです。で、筆は今回ね、動物を描くので柔らかい毛の羊毛質を使いたいと思います。まず中木を作ります。油煙木なのでちょっと茶色っぽいですね。単木を作る場合は、この中木を含ませて、これをまた薄めてやるといいんです。乾くと薄くなるので、ちょっと自分が思うより濃く作っておくことがポイントですね。はい、こんな感じです。農木は直接ここから使っていきます。チーピどけようか。チーピちゃん。目のところからちょっと決めていきましょうか。農木を取って、で、ワンちゃんの目と鼻と口って結構複雑に一体化してるので、目描いてるようでも、この鼻の部分をイメージしながら目を描いていきます。なんでも目を描いてたら目描いてるだけじゃなくってね、他の部分も描いてるっていうこと。例えば雲を描くと、雲を描いてるようでいて雲から覗いてる空まで一緒に描いてるっていう、そのネガティブな形も描いてるっていう意識を持つことが大事かな。次はですね、鼻の位置を割り出すのがちょっと難しいので、ちょっとこう毛書きで、なんかこの子ね、模様が入ってるっていうか、頭の部分から鼻の先までちょっと黒い模様が入ってるので、それをちょっと毛書きで表してあげます。だいたい位置関係つかめたら、今度はですね、中木を含ませた筆に、ちょっとよく水は切っといた方がいいかな。農木を含ませて、なじませます。こうなじませ方も、なじませればなじませるほど筆の中でのグラデーションが緩やかになりますので、あんまこうなじませる回数が少なかったら結構黒と濃いところと薄いところが極端に出る彫木になるので、そういうこのなじませる速度とか、なじませる回数とかも結構大事になってきます。これで鼻の部分はちょっと潤いを持たせて描きましょうか。で、今度口周りですね。目の部分とつながってるので、そのことを意識しながら描いていきます。で、単木を含ませて、ちょっと濃木を取って、顎のライン描きます。シュッと。これちょっと鼻が前に出てきましたよね。じゃあ、こっからなんですけど、どうしようかな。耳描こうかな。一回筆洗って、
前もなんかで言ったかな。どこの段階で筆を一回洗って彫木をリセットするかっていうご質問をたまにいただくんですけど、色で描く場合を想定するといいと、ある水墨画家の本で読みましたね、僕は。例えば、花描くときに花の部分はその一回の彫木で描けるけど、葉っぱの部分になると色が混ざってしまうじゃないですか。色に置き換えると結構洗うタイミング分かりやすいと思うので、じゃあ耳描きます。耳ちょっと筆、水切り気味にして、いやちょっとこう、なんていうかな。くぼみの部分の影を描いてるみたいな感じですね、この。耳ってちょっとくぼんでるので、こういう頭の形を意識して、ここら辺からまた入ると。ちょっとかすらしてあげると、こう毛の感じが出たりね、します。で、輪郭を取ってあげて。ちょっと顔の部分がだいたいできましたね。ここになると、ちょっと立体を意識しながら描いていきます。今度は濃墨あんま使わずに中墨と淡墨のこの彫墨でやっていきます。ここら辺とか。柔らかく筆走らせて。全部彫墨する必要なくって、この額のところとか色が薄いので、淡墨だけでここはやっていきます。こう塗るっていう感じじゃなくって、一筆一筆をこうどう組み合わせて表していくかっていうことに注意しつつ描いていきます。にじませるところがあったり、こうかすれさせてね、わざと描いたりするところがあったり。で、こう濡れてる間に、この模様が入ってるところ柔らかく入れておいてあげます。この時もこう描く感じで。塗るってことないんですよね、水墨画では。ちょっとおひげの点々もちょっと加えて。さあ、こっからね、ちょっと勢い強く描いていこうかな。背中が黒い子なので、一回筆洗って、ちょっと大きめのモチーフ描いているので、大きな穂先のものを使っています。そうしないとね、ちっちゃい穂先のものを使うと、何回もこう、筆を重ねんなんことになって、そうするとですね、1回で大きな面で描いていかないと綺麗に現れないグラデーションとかがあるので、ちょっと濃墨多めにとって彫墨します。これで背中の部分を一気に濃く描いていきます。よいしょ。だいぶ濃く感じるでしょ。で、ちょっとこう整えといてあげて。今度こう丸みをちょっとイメージして。これで今度ねじってですね、筆を。尻尾を描いていきます。ちょっと犬の顔、右に、左に描きすぎたな。体が入らんかも。ここら辺はちょっと胸につながるように描いとこうかな。毛の流れをうまく表すのがポイントかな。ちょっと一回洗って、今度小筆に持ち替えて、淡墨で尻尾を補足していきます。こっちのね、上の毛はね、薄いんですよね。こんな感じか。で、淡墨と中墨で、こう線で描いた後はこう面で補足してみたりして、メリハリをつけます。
尻尾のふわっとした立体感が出ましたね、これで。お腹鳴った。じゃあ、あとはちょっと輪郭を折って、濃墨で、こうね、上半身の毛の多い体の部分と違って、こう足とかこう手とかは割と皮膚が薄くてですね、結構しっかり硬いイメージなので、ちょっと強めに線を動かして、かすれとかを生かして強く描いてみました。お腹の毛の部分、優しく描いておきます。で手は踏ん張ってる感じなので、ちょっと濃いめでしっかり描いとくか。細い線で。で、こういう時ね、どうなんやろう。まあ、家のワンちゃんなので、首輪がついてるんですが、こういうのを表すか表さへんかって難しいですよね。でも今回ちょっと表してみましょうか。あえて、犬のワンちゃんって。家のワンちゃんですよっていう感じを出してみます。この胸のあたりの毛の流れ、うまく読んで加えてあげます。さあ、ここからちょっと仕上げに入っていきますよ。今度は目を細めて、濃淡に気をつけながら、毛の流れにこう墨の影を加えたりして、犬の体に立体感をつけていきます。結構ね、顔は怖いのでゆっくり筆を動かしましたけど、体はね、ちょっと早めに筆を動かして、こうメリハリつけてあげると、なんかね、ぼやーっとした表現にならずに済みます。結構ね、筆の動きを怖がっちゃうとですね、全部滲んでしまって、頼んないなんか絵になってしまうので、逆にこういうお腹の部分とかはちょっとゆっくりめに動かして柔らかい毛の感じを出してあげたり。で、反対にこの俊敏な足は、こう早めに筆を動かして、こう強さを表します。これね、後ろ足、ゆっくり筆を動かして滲ませてしまうと、この犬ちゃんと速く走れるんかいなっていうね、感じになってしまうので、そういう表現、こうイメージも大事ですね。この足はどのようにして動くかとか。足先が見えないのね、この構図。こういう時は地面を描いてあげます。こうするとね、不自然に見えないんですよ。たまにないですか？写真を頼りに描いてる時に、肝心なところがね、撮れてなくって、絵にすると不自然になる時は、さっきみたいにちょっと補足をしてあげると、自然に見えます。あとは、ワンちゃんの顎の部分。ここは影になってるので、ちょっと影を意識しつつ、顔がね、前出てこないと困るので、そういう時はね、顎の下とかにこう影を入れてあげると随分前に出てくるので、こうね、影を入れて前に出させる作戦は、水彩画でも水墨画でも使う技術なので、ぜひぜひ覚えてくださいね。さあ、これ来た、いよいよ、お目目ですよね、お目目。真っ黒っていうのはちょっと味気ないですよね。最初にね、最初にちょっと濃い墨で、ちょっとこうまぶたの下とか、黒入れといてあげます。影になってる部分。ね。これでもええかもしれんない。これで真っ黒っていうのは味気ないので、ここに中墨をね、加えて、ちょっとね、目の中にも表情を作ってあげるんですよ。
黒が浮き立ちすぎてるので、もうちょっと薄い墨で。ちょっとにじませつつ、潤いのある表現で。でね、結構ね、これね、画面で見てるとほぼほぼ真っ黒一色やんって感じると思うんですけど、乾いてきたらね、目の中に表情が出るんですよ、こうやって。薄い墨と濃い墨で書き分けといてあげると。さあ、ここからはあんまり触りたくないですね。でもちょっとね、やっぱいろんなとこ補足していかないと、これだけじゃちょっと味気ないので、最後にね、スパイスですね、スパイス。目鼻口はやっぱり大事な部分なので、ちょっとしっかりめに描いといた方がいいですよね。割と体がザクッと描けたので、ちょっとだけ、ちょっと説明的になってもいいかな、顔は。ここら辺まで来るといい板なってきません？これ感じで来てるのに失敗したないなっていうね。まあでも水墨画って基本緊張との勝負だと思ってるので、こういう筆運びにね、緊張しなくなるにはやっぱ毎日書き込むしかないんですよね。どうしてもなんかたまに絵をこうね、どうしてもたまに水墨画やってると、筆の扱い自体が緊張するもんなんですよ。なので、ほんまに伸びやかな線を描くには、毎日筆を動かして、この筆と滲む足の、このね、緊張感を解き放つしかないと思います、僕は。僕もやっぱ緊張しますからね。あんまり水墨画描かないので。でもあんまり説明的になりすぎても面白くないから、もうここら辺にしとくか。で実際ね、髭見えてないんですけど、ちょっと髭っぽいところを加えといてあげると、ワンちゃんっぽくなるので。ちょっと嫌味にならん感じでね。はい、ワンちゃんの水墨が完成しました。まあね、実際のね、写真とはちょっと違うんですけれども、どうしてもね、水墨画って、筆の勢いをある程度活かして描く芸術なので、全くそっくりにはいかないんですよね。だから水墨画の世界ではシャイ、形よりも自分の気持ちを表すっていうのに趣を置いていたんですよね。なんか言い訳みたいに聞こえるかもしれないですけど、ほんまにそうなんですよ。あんまりね、形を正確に表そうと思うと、勢いのない絵になってしまうので、このワンちゃんが描きたいな、そしたらこのワンちゃんをどういう風に描こうっていう感じでね、今日はね、顔をちょっとしっかりめに描いてみて、体はね、結構大きいこういう筆で思いっきり動かしてですね、こう今にもこうね、リードを解き放ったらバーッとね、飼い主さんと一緒に遊ぶような、ちょっとわんぱくっぽい感じを表してみました。ちょっと顔大きかったね、でもね。顔をしっかりめに描いたら体をちょっとね、大胆に動かしてみたり、どこにこう、衆と銃を分けるかですよね。この絵の場合は、衆は顔で、銃は体。全部これね、一色たに描いてしまうと面白みのない絵になってしまったと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こういうね、ちょっと写生画っていうのは、四君子とかと違って描き方がないので、自分なりにね、工夫して描けばいいと思うんですけど、その中でもやっぱり水墨画でなんで描いてるかっていうと、やっぱ筆の勢いを生かすために描いてると思うので、塗り絵のようにならずに、こういかにこう、書道の描くっていう感じのまんま絵を描けるかっていうことが、水墨画では大事だと思うので、ぜひぜひそこにね、注意しながら、いろんなものを自由に描いてみてほしいと思います。はい、それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またお越しやす。この鼻の濡れ感、結構気に入ってます。なんか夢ってなんでこんなに起きた瞬間に忘れるんやろな。今日もなんかすごい夢見た気がするんやけどね。思い出せろやって。思い出せば思い出すほどですね。わからんなんねんね。これ夢って不思議やね。まあそれだけなんやけど。